空港までウーバーで帰ります。ホノルルインターナショナルウーバー XL アストンワイキキビーチタワー。2分以内に到着だって。ウーバーの料金ですけども、チップを入れて合計で40.2ドルということでした。ウーバーで約20分でダニエル K 井上国際空港に到着しました。今9時36分で飛行機の時間がね12時40分なので、ほぼ3時間前に到着しました。今回の僕らの飛行機はホヌの NH181、ビジネスクラスということになります。保安検査はだいたい30分弱ぐらいですごい混んでましたけど30分弱ぐらいで抜けれました。時間はね2時間以上十分にあるのでラウンジに行ってみたいと思います。ハワイアンクッキーもある。やっぱり確かこれ29ドルだったと思うから今41ドルだから全然違う。これ1個買ってこうかな。50%オフなんで。今回はゲート C の9なのでこちらから向かいます。青い炎が見えてますけども、今回乗るのはねこちらではなくてオレンジ色のね一番新しい3号機の炎ということでちょっと嬉しいですね。で実はね奥の方にねダイヤモンドヘッドも見えてます。すごい景色のいいラウンジですよね。うわ、いい香り。美味しそう。美味しそう。すごい具がすごいね。ね、いっぱい。だった。稲庭風うどんだって。
朝ごはん食べないで来たからお腹ペコペコだった。甘口のカレー、なんか学校の給食のカレーみたいな。美味しい。アサイーボール、あー冷たい。美味しい。最後にこのアサイーボールが食べられるってそうそうそう、いいよね。美味しい。これ美味しいね。下がシャーベットみたいになってる。うどん稲庭風。ほっこりするね。こう日本食に折れないでよかった。今までね。そう。ラウンジ終わりましたので C9 のゲートに向かいます。ビジットジャパンウェブを登録しようかと思います。QR コードを表示ですね。でこれをスクショしておきます。こんな感じのペアシートになってます。いい感じですね。ビジネスクラス。今回は A380 の、オレンジ色の機体ということで、一番新しい機体ですね。で今回一応いわゆるペアシートっていうか、真ん中2席が隣り合ってる席で、それでこちら側外側にテーブルがあるというタイプになってます。真ん中に仕切りあって、知らない人であれば、この仕切りをこんな感じで上げてプライバシーも保てるというようなシートになってます。アメニティ開けてみようか。スリッパ、ヘッドホンね。あ、そうだ、ヘッドこれホンだね。はもしかするとノイズキャンセリングかな。いいやつかもしれない。いいポーチ。大きいポーチの中。プレーコと同じかもしれない。来た時と。これは色はあれなんだね。色はラーちゃんじゃないんだ。アイマスク。耳栓。耳栓。それぐらい。基本的にはじゃあ変わらないね、プレーコとね。ポーチが違うってだけで。ポーチがちょっと違うっていうくらいだね。こんな感じです。これがあれかな。マットレスみたいな。マットレスだね。敷布団みたいなね。寝る時用に。立派な枕。硬い。ね。硬い感じ。プレーコと違う。違うね。乾杯。乾杯。染み渡る。美味しい。その下はね、足入れみたいな感じですかね。普通に座ってても十分に足は伸ばせますので、かなり広い、ゆったりできそうな感じですね。テーブルかなり広いですよね。これぐらいの広さがあって、でこちらにミネラルウォーター、これは最初からありましたね。そしてこちらにはリモコンがあって、読んだり、ライトをつけたり、あとはこれはモニターのリモコンにもなってますので、これでモニターをコントロールできるということになってます。でこちらにね USB と電源のアウトレットがありますので、電源も普通に使えるということになってますね。それからこちらがシートのコントロールボタンですけども、今回のシートはフルフラットになりますので、こちらを押せばフラットになるということですね。テーブルですけども、テーブルはロックされてるので、こちらをこう引いて、かなり広めのテーブルが出ますね。これは食事しやすそうですね。モニターの電源を入れるとこんな感じで、プルメリアですかね、花が出てきてすごく華やかな感じですよね。タッチパネルでこれを動かして、でホームですね。ちょっと映画見てみます。日本の映画はそばかすとか君の膵臓を食べたいとか、
まあ最新の映画でしょうかね。あんまり映画見ないんでよくわかんないんですけども、スカイライブ TV、 これはね情報番組で NHK なんかもありますね。あとは ebook とかニュースとかそういうのがあります。ANA スカイショップ、こちらは来た時と同じでしょうかね。タバコ、ネクタイ、お酒、あとはホヌのぬいぐるみとかアメニティとかですね、そういうのが載ってますね。あとはマイフライト、これはね着替えカメラ、今はこんな感じですね。前方のカメラ、尾翼カメラ、尾翼カメラですね。これが良さそうな感じ。この飛行機はフライングホヌでございます。愛称はハワイ語で太陽を意味しますランと申します。ハワイのサンセットをイメージしましたサンセットオレンジの機体で皆様を成田空港までご案内いたします。また本日離陸しましてから着陸までの飛行時間は8時間8分を予定しております。ありがとうございます。 Welcome on board。 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。ビジネスクラスですけども、ざっと見た感じだとほぼ満席かなというふうに思います。前も後ろもほとんど埋まってるように思います。こういう感じでこうぐーっとこんな感じ、ちょっとこういいね斜めにしてる感じで、そうね、ちょっと座席をこうスライドしてやったりするところ、ああなるほどね。そう調整して足疲れない。こちらがメニューですね。ドリンクですけども、日本酒、焼酎、それからシャンパンですね。あとは赤ワイン、あとはカクテルとかビール、あとはノンアルコールドリンクですね。今回のメニューはアメリカ発ということで、こちらのメニューになります。アミューズはね、和食洋食共通みたいですけども、和食ですね。和食は、お魚がメインということになってます。そして洋食は、牛フィレ肉のステーキということになってますね。あとは食事の後のお好きな時にということで、こういったメニューが用意されているということになりますね。飛び始めて30分ぐらいでテーブルにシーツが敷かれました。いいね。じゃあ乾杯。美味しいです。この気泡が綺麗じゃないですか。綺麗だね。私はビールをいただきます。ピカウラとパイナップルのカナッペと揚げ豆腐のサラダでございます。揚げ豆腐のサラダだって。いただきます。さあ食べよう。揚げ豆腐と、なんかもうサラダだね。結構硬い豆腐。あ、硬いね、確かにね。揚げ豆腐っていうよりなんか油揚げみたいな感じの厚揚げの前菜がちゃんとくるんだね。きゅうりが入って味はすごく薄い感じだね。ドレッシング下に入ってんのかな。冷たくしてあるね。ちゃんと美味しいですね。贅沢ですよね。贅沢だね。空の上で食事の後にいろいろ食べられるみたいだけど、そう時間あるからさ、今回結構ね、帰りの便はサンドイッチとかうどんとか。これはなんだっけ。これはね、ピピカウラだって。ちょっとわかんないけどお肉が乗ってるのね。
上になんかフルーツが乗って、あ、パイナップルだ。そうそう、上はパイナップル。クリームチーズが間に乗ってるのかな。意外と柔らかいね、肉がね。うん、そうそう、柔らかい。ビーフジャーキーっぽいんだけど、意外と柔らかい。帰りの便はいいね、時間が長いからゆっくり食そう、ゆっべられるし。くり食べれる。下にはパンが敷いてあるね。カナペ。そう、カナッペ。最後はコップカバパン。白ワインも2種類あるな。お魚だからやっぱ白ワインでいい感じかな。イタリアンライマットご用意しております。ちょっと濃厚な色をしてる。濃いめの色だね。なんだろう、独特の香りしてるな、ちょっと。もちろん辛口なんだけどさ、色は重そうなんだ。軽い感じのワイン美味しいよ。サルドフは好きだからな。西京焼きでございます。白熱いのでお気をつけてお召し上がりください。和食だね、やっぱりね。じゃあいただきますか。ご飯もついてるのね。酢味噌がついてるんだけど、この酢味噌はこれかな。タコの和え物。あ、上にこれ果物じゃない、これマンゴーハワイ感を残してる感じ。意外とさ、果物ってあったりするんだよね。タコ酢味噌美味しい。まろやか、美味しい。この酢味噌最後まで使い切りたい。タコも柔らかい、すごく。冷たいものは冷たく、温かいものは温かく出してくれるってありがたいですね。前菜いきますか。じゃじゃーん、これだね。これ湯葉だね。そう、湯葉とちりめんじゃこの山椒に。山椒煮なんだ。香りがしております。美味しい。それはね、みょうがだね。みょうが甘酢漬け。しっかり味ついてる。美味しいみょうが。ホタテがあって、このこんにゃくもついてて、日本って感じ。そうね、和食だよね、やっぱね。和食でよかった。お皿があったかい。すごいあったかい。レンコンとかがついてる。これはサワラ？照り焼きなんだね。原ヒラスの照り焼き、すっごいあったかくて、味も魚にこう染みてて美味しいです。しかも2つもついてるよ。すごいボリューム満点。レンコンも入ってて嬉しいですね。これは眉です。ブレンドすぐにお待ちいたします。はい。こちらが洋食のメニューですね。バゲットとねパンが来まして、こちらが洋食のメインの牛フィレ肉のステーキ、バルサミコビネガーソース。なんかもうね湯気が出てて匂いもすごく良くて美味しそうです。それからこちらがアペタイザーでコッパハムとアヒポキ、マウイオニオンサラダ、パッションフルーツドレッシング。なんかいかにもハワイ料理って感じのね、サラダになってます。あとはバターと胡椒ですかね。これからフルーツですね。これが多分ドレッシング、パッションフルーツドレッシングみたいですね。デザートはねハーゲンダッツをいただきました。とまずはアペタイザーいただきます。アスパラ、パッションフルーツのドレッシング結構さっぱりした味、ちょっと酸っぱめでさっぱりした味です。これがアヒポキで、ポキなんでマグロでしょうかね。これは味はついてますね。こちらがねコッパハムっていうハムで生ハムみたいな感じですかね。薄いんだけどね結構ねしっかりと食べ応えがあって美味しいです。やっぱマグロは美味しいですね。好きなんで。美味しい。ではステーキいってみます。焼き加減はね飛行機の上ですからかなりウェルダンって感じですね。
でもめっちゃ柔らかくて結構味がね全体に染みてて美味しい。ソースはねビネガーソースってことですけども、そんなに酢の感じは強くなくて食べやすい感じですね。どんどんいただけますよね、これは。あとはね、こっちの付け合わせのポテト、これもなかなかうまそうですよね。ステーキのソースと合ってますね。こちらがフルーツの盛り合わせ、オレンジとメロンとねパイナップルですね。あとはパンですけど、パンはねあったかいんですよね。いただきます。ハーゲンダッツバニラ、スプーンがねここについてますので、ちょうど柔らかい感じになってます。なんかコラボのやつみたい。離陸から2時間ぐらいですかね、食事が終了しました。はい、トイレ来てみました。トイレはね広さはやはり狭めですかね。エコノミーと同じような感じがします。こちらにはねベビーベッドがありますけども、あとはマウスウォッシュとボディシートですね。多分ね歯ブラシもあったみたいなんですが今なくなってますね。そしてこちらがお手洗いということになってます。ウォシュレット付きっていうのはねやはり日本の航空会社かなという感じがしますね。これは嬉しいですよね。ではベッドを作ってみます。そして下に敷布団を敷いて、そして枕とね掛け布団を敷いて、こんな感じですね。では仮眠を取ります。おやすみなさい。今目的地までのね時間が4時間20分ですけども、だいたい半分ぐらい飛んできました。機内はこんな感じです。昼の便ですので、夜の便のようにねかなり暗くなるようなそんな感じではないんですけども、ライト自体は消灯されてますね。窓を閉めればある程度暗めにはなりますが、真っ暗にはならないようなそんな感じですかね。結構本格的な感じの、汁が濃いめのシールだね。ちょっとしょっぱめかもしれないな。味が濃いめだからさ、もうなんか麺にもこう味が染みてて美味しい。全然動かないでさ、食べて寝て食べて寝て、かき揚げはサクサクよ。普通のかき揚げなんだけど、カツオの出汁がすごい効いてる。野菜スープいただいてみます。綺麗なこう透明な感じのね野菜スープですね。基本はコンソメスープなんだけど、野菜のね香りがする出汁が効いてるスープですね。いろいろついてる。ほらカマンベールでしょ、これブルーチーズかな、いろいろある。この下が普通のチーズ。いいね。おつまみいただきます。ちょっとまずビール飲んで。
うまっ。こんな感じ。美味しい。いい感じ。塩味がしっかりしてて、意外とブルーチーズって美味しいんだねってことがブルーチーズじゃないかもしれないけど、ごめんなさい、ちょっと間違ってるかもしれない。結構ボロボロいきますな。おいしい。これそのまま食べちゃおうかな。カマンベール。カマンベールはこの周りがちょっと苦みがあるね。中がとろっとしてるね。これが特徴だね。美味しい。食べてみようか。羊羹みたいな感じの。甘い。ちょっとなんかデザートみたいな。東京まで残り約2時間ぐらいのところで、ガーリックチキンのサンドイッチとストロベリーヨーグルトをいただきました。固めのパンの間にガーリックチキンがめっちゃうまそうに挟まってます。あったかい。具もさ、そんなにボリュームがあるわけじゃなくて食べやすいね。ちょっと赤いのはピリ辛なのかなと思ったけど、ピリ辛じゃないね。ガーリックの味さ。ガーリック。でもそんなすごい強いわけでもないよ。マヨネーズ入ってるの？なんだろう。そうだね。ツヤツヤしてんだけどすごい。ストロベリーヨーグルトもなんかね、濃厚な感じのこってりした感じのヨーグルトで美味しい。ストロベリーはちょっとね酸っぱい感じ、美味しいよ。いちごじゃなくて何かのベリーだね。これで機内食も終了です。ごちそうさまでした。お買い上げありがとうございました。今年の島の旅どうぞごゆっくりお過ごしください。